今回は公式の神曲スリープウェルについて考察を進めていきます。ホラムビです。考察アンケートでも特に人気が高かったテーマを動画化しました。キャットナップの悲しい過去や、この曲がなぜキャットナップをテーマにしているのか、その真実に迫ります。概要欄には公式ソングのリンクを貼っておきますので、ぜひこの動画をご覧になった後にお聴きください。きっとキャットナップへの印象が変わり、プレイタイムが芽吹く時に込められた深い思いをより鮮明に感じ取っていただけるはずです。スリープウェルとは、スリープウェルはチャプター3の公式ソングとして2024年2月16日に CG5 さんによって制作・公開されました。チャプター3が発売されてから約半月後のリリースとなります。今回の考察では、スリープウェルの歌詞と公式 YouTube で公開されている映像をもとに徹底考察していきます。では、この曲名であるスリープウェルとはそもそもどのような意味なのでしょうか。スリープウェルとは、ゆっくり休んでね、良い眠りをという意味の言葉です。日本語で言うおやすみなさい、グッドナイは主に寝る本人が使う言葉ですが、スリープウェルは眠りにつく相手に対して親しみや気遣いで使う表現です。つまりこの曲は作中で赤い煙を使って孤児たちを眠らせていたキャットナップをメインに描いていることが示唆されています。さらに歌詞や公式映像の内容から、この曲がチャプター3で明らかになった喜びの時間をテーマに制作されていることもわかります。キャットナップの勧誘、一緒においで、僕と一緒に、君は一人じゃない、それがすぐにわかる、子供たちには仲間がいる、僕らには互いがいる、それだけで十分なんだ。この歌詞から読み取れるのは、キャットナップが実験体にされた孤児たちを誘っている場面だということです。一見するとキャットナップが実験体の仲間同士で団結しようとしているように感じますが、歌詞に使われているダウンや With Me には深い意味がありそうです。ダウンは単に下がる、降りるといった意味だけではなく、落ち込む、暗く沈んだ気持ちになるという心理的なニュアンスも含まれています。さらに With Me という言葉が加わることで、相手を自分と一緒に良くない状況へと巻き込もうとするような少し不穏な雰囲気が感じ取れます。キャットナップはこの時点で喜びの時間が決して良い結果にはならないことを予感していたのかもしれません。それが次の歌詞にもある、もし僕らがあの行為をしなかったら自分たちの罪に気づけていたならという言葉につながります。この歌詞は明確に喜びの時間で起こった惨劇を表現しています。人を殺めてしまったことへの深い後悔と、自分たちが信じていた現実が違っていたことへの悲痛な気持ちが示されています。この場面には科学者のシルエットが映っていますが、これはおそらくブロンの実験に関与していた科学者を指していると推測できます。ここであえて科学者の存在が強調されている理由は、現在では孤児を使った実験が周知の事実となっていますが、当時改めてゲーム本編やこの曲を通じて孤児たちが科学者の手によって実験体にされてしまったことを明確に伝えようとしたからだと考えられます。もしこの歌詞にある後悔が科学者や大人たちを指しているとすると、同じパート内のこの喜びの時間、この楽園の中で僕はずっと考えていたという歌詞と矛盾が生じます。楽園、パラダイスと強調されていることからも、このパートは喜びの時間以後、この場所を楽園だと感じられるのは、大人たちの支配から逃れた残ってる孤児たちと考えるのが妥当です。仲間集合、ここは同じフレーズの繰り返しですが、コーラスでおいで、一緒に来てと呼びかけていることから、徐々に仲間が増えていく様子が読み取れます。キャットナップの呼びかけによって、ハギーワギーやキシーミシー、ボクシーブーといったメインキャラクターや他の仲間たちも隊列を組んでいます。おそらくこの場面で彼らは一斉に出撃し、大人たちを襲撃したのだと考えられます。ここで一旦スリープウェルの映像に登場するキャラクターたちの状況を整理してみます。キシーミシー、曲の冒頭のシーンでは誰もいないプレイケアでキシーが一人佇んでいます。この場面は喜びの時間の VHS でキャットナップの像が倒れるシーンと比較すると、まだ像の形が残っているため、時系列としては VHS のその場面より前であることが推測されます。またキシーは喜びの時間当日、ストレージ B からプレイケアへ搬送されていました。午前10時42分から11時14分の間に確実に列車に乗って移動していることが分かっています。返り血の有無は動画のビジュアル上考慮しないにしても、プレイケアにいたキシーが同一個体であると仮定した場合、喜びの時間の襲撃は地上の工場のメインエントランスから始まり、その後ゲームステーションを経て
地下にあるプレイケアへと進んでいったことが推測できます。仮に返り血を考慮した場合、別個体が同時期に2体存在していたと考えることも可能です。しかしハギーと合流した際に腕を押さえている描写や資料に記載されている搬送対象の実験体1172の特徴を踏まえると、同一個体であると考える方が自然でしょう。その後キシーはハギーと合流していますが、これはハギーが地上の工場で暴れていて到着が遅れたためと考えられます。これらの状況を総合すると、キシーが一人で佇んでいるこの場面は喜びの時間の襲撃が後半に差し掛かっている頃の映像と考えられます。またこの時点ですでに一人殺害されていると思われる痕跡が残されていますが、その人物が誰なのか、誰がやったかについては現時点では不明です。ハギーが登場するのはメインエントランスで、いつも通りのポーズをしていることや外が明るく従業員の姿も見られないことから、この場面は喜びの時間の当日の朝であることがわかります。喜びの時間以降であればハギーがわざわざこのポーズを取る必要はありません。この後 VHS でも確認できる通り、ハギーは従業員を惨殺した後、一仕事を終えてキシーとプレイケアで合流しています。この日は工場見学が行われない日であったため、襲われたのは従業員のみでした。これは公式ストーリーブックによると、工場見学ツアーが毎週水曜、木曜、金曜に設定されており、喜びの時間が発生した1995年8月8日が火曜日であることからも確認できます。そして誰もいなくなったプレイケアで自由になったハギーは開放感から横になっています。この時天井を見上げていますが、実はこの光景はハギーたちが実際に寝転がっている場所から見える景色と一致しています。このゲームは本当に細かな設定が作り込まれていて驚かされます。曲の最後にもハギーは再び登場しますが、これはおそらく主人公が初めて工場を訪れた場面だと推測されます。この曲の元になった「It's Playtime」がチャプター1の BGM として使われていることからも、このシーンがチャプター1へとつながっていることを示唆しているのでしょう。この場面ではシャッターが閉まり、ハギーが左側へ移動してコンベア内を通り、先回りして扉の前まで移動したと考えることもできます。マミー・ロングレックス。この場面はマミーとブンゾバニーが一仕事を終えた後の場面だと考えられます。このシーンでマミーがゲームステーションを嬉しそうに眺めているのは、嫌っている従業員が倒れている惨状を見ているためだと考えるのが妥当でしょう。マミーが従業員を嫌っていることは資料からも明らかです。また大好きな孤児たちを見ているとも考えられますが、ポピーの発言によると喜びの時間当日の時点で人間の孤児たちはすでにプロトタイプによって地下へ保護されているため、この時にマミーが見ているのは孤児たちではないと判断できます。時系列としてはゲームステーションでの襲撃を終えたマミーがプレイケアに移動し仲間と合流したという流れで考察することができます。ミス・ディライト先生の顔の表面が剥がれている様子から、この場面は喜びの時間から数週間が経過した後であることが推測できます。このことは彼女に関する資料からも確認できます。これはおそらく硬い表面を持つ姉妹たちを食べた際に口元が剥がれ落ちてしまったためだと推測できます。場所は冷蔵庫が設置された学校の食堂のようなエリアで、ミス・ディライト先生はミュージックビデオ内で数回登場しますが、いずれも同じこの場所です。しかしここで違和感があります。先生が全く動いていないのです。ゲーム内でも明らかなようにミス・ディライト先生は誰かが近くにいると死んだふりをして動きを止めます。この行動は姉妹たちとの生き残りをかけたサバイバル環境の中で身につけたミス・ディライト先生特有の習性です。喜びの時間以降、大人たちはすでにいなくなっているはずです。ではなぜ先生は動きを止めているのでしょうか。もしかすると誰かの気配を感じているのかもしれません。ただし映像の時系列が前後していることを考慮すると、このシーンは主人公が学校を訪れた時の場面であるとも考えられます。ポピー。チャプター1のラストで登場したケースの部屋で、ポピーは非常に不安そうな表情をしています。この場面ではプロトタイプの影が映っていることから、ポピーはこの時点でプロトタイプと一緒にいる可能性があります。ポピーのこの表情から察すると、彼女はプロトタイプから喜びの時間という実験の計画を事前に知らされており、それに対して強い不安を抱いていたのだと思われます。その不安は的中し、しかも予想をはるかに超える惨劇を目の当たりにしたことで、ポピーは大きなショックを受けています。映像の背景にある本棚やゴミ箱、壁紙などから、この場所は学校内のどこかであることが推測できます。ただし
現時点では場所を特定することはできませんでした。しかし血しぶきが散乱していることから学校でも相当な惨劇が起こっていたことは間違いないでしょう。以上のことからポピーが喜びの時間の当日に少なくとも学校にいたことが確認できます。またミュージックビデオに登場するポピーの花のエリアはこの時点ではまだ吊るされたおもちゃや壁の文字が存在していないため、それらは喜びの時間以降に何者かの手によって追加されたものであることがわかります。キャットナップの歌。ここからはこの曲がなぜキャットナップの曲であるのかを説明していきます。人工的な偽りの仮面、神を語った者たちが作り上げた。全ては僕らが選んだ道のせい。英文歌詞を見る限りではここまでが一区切りだと捉えることができます。まずこの歌詞にある人工的な偽りの仮面とは、おもちゃとして変えられてしまった孤児たちの表情や身体のことを指していると考えられます。キャットナップ自身も常に同じ表情を浮かべています。悲しい時も怒っている時もこの顔から変わることはありません。人間だった頃との違いは表情だけではなく、その体もまた奇妙な姿へと変えられてしまっています。歌詞にある神を語った者たちが作り上げたものというフレーズからも、この者たちはプレイケア施設の科学者たちやソーヤー博士を指していると推測できます。ここで使われている語ったとは実際にはそうではないのに、自らを偽って別の人物や存在であるかのように見せかけることを意味します。つまり神を語った者とは本来の神ではないにもかかわらず、自らを神であるかのように偽っている存在を指していることになります。ゲーム内の描写から考えると、キャットナップにとっての神とはプロトタイプであることがわかります。もしプロトタイプの行動が真に神の行動だとすれば、それを装いながらも実際には異なる行動をとった者たち、すなわち科学者や博士たちが孤児たちに対して救済と称して行った行動こそが偽りの神の行動だと言えるでしょう。チャプター3に登場する科学者とケビンの VHS 映像からもわかる通り、この科学者はプレイケアから同意の被験体であるケビンをこっそり運び出そうとしています。その際孤児のジョセフに目撃されますが、科学者は治療をすると嘘をついています。さらに同意の最後の言葉からも科学者たちの行動が偽りであることは明らかです。そのためこの歌詞からは科学者たちの嘘の行動イコールプロトタイプがしている真実の行動と考察することができます。キャットナップの爪で刻まれたプロトタイプは我々を救うというメッセージからも、プロトタイプ自身は孤児たちを本気で救おうとしている存在であり、キャットナップもそれを信じていることが推測されます。仲間との別れ、ただ癒されたかっただけなのに悪夢はもう現実になった。僕らは二度と目覚めることはない。もうバラバラに引き裂かれたから。この歌詞は英文から見ると2つに区切られます。バットが使われているため孤児たちの希望が裏切られ、結果的に悪夢へと変わってしまったことが明確になってます。次の歌詞、僕らは二度と目覚めることはない。もうバラバラに引き裂かれたからは、前の文脈から考えると孤児たちが二度と目覚めることのない死によってもう二度と会えなくなってしまったと解釈できます。物理的に仲間たちがプレイケアを離れて別れてしまった可能性も考えられますが、フォーという言葉が使われているため二度と目覚めることがないという事実に対する理由として引き裂かれたと表現されていることから、死によって離れ離れになってしまったと解釈するのが自然でしょう。これらの表現は前述した歌詞の意味を補強するものでもあります。治療すると嘘をついた科学者たちによって作り上げられた僕たち孤児たちやおもちゃたちは自由を求めて喜びの時間を起こしました。しかしその希望は裏切られ、予想していた最悪の結果が現実となり、最終的には死を迎えることになりましたという意味合いとして読み解くことができます。したがってこのような描写を正確に理解し、喜びの時間を実際に生き抜いた孤児であるキャットナップ自身の言葉を表現した曲であると考察できます。キャットナップは知ってしまった？次は映像からも考察していきます。キャットナップが赤い煙を吐いてる場面とプロトタイプとのシーンです。キャットナップが赤い煙の影響を受けないことはすでに明らかになっています。ただしそれが彼にとって良いことなのか悪いことなのかはまた別の問題です。ではなぜキャットナップはこの時赤い煙を吐いていたのでしょうか。映像をよく確認するとこのホームスイートホームには誰もいないことがわかります。またベッドなどを見ても孤児たちの姿が確認できないため、この時のキャットナップはすでに孤児たちがいなくなった後にここを訪れたか、あるいは喜びの時間当日の朝に
最終確認のため訪れていた可能性もあります。喜びの時間当日、キャットナップは外にいたはずなので、敵もいないこの部屋で貴重な赤い煙を吐き出すことは無駄な行為にも見えます。動画の演出としては理解できますが、このゲームの制作者が意味のない場面を映像化するとは考えにくく、何らかの理由があるはずです。また、あまりにも不自然で必要性が疑わしいこの場面、プロトタイプと出会った直後に描かれているため、同じ場所にいるように感じますが、実際には異なる場所の別の部屋でした。この場所はカウンセラーオフィスにある管理職たちの部屋が並ぶエリアだと特定できました。プロトタイプが登場した直後のこのシーンで、キャットナップが青いグラブパックを持ち、試作品で有名なデイジーのポスターが壁にあることから、以前の考察動画ではプロトタイプの正体に関連づけて説明していましたが、今回はキャットナップの視線の先に重要な手がかりを見つけました。その視線の先には、ホームスイートホーム責任者の部屋があり、リサという両母的な役割を担っている人物の部屋があります。一見すると無関係のように感じられますが、実は過去、セオドアだった時代に来た可能性があります。この場面でキャットナップは、グラブパックを通じて当時のことを思い出していたのではないでしょうか。資料からわかる通り、プロトタイプはセオドアに何らかのファイルを持ち出すよう依頼しています。その際、シンクレアというカウンセラーがステラ宛てに残したセオドアに関する社内メモには、私の管轄下にある他のカウンセラーも同様に懸念を抱いている。私のオフィスでセオドアがファイルを物色していた。彼を私のオフィスに座らせた。などの記述があることから、シンクレア自身がホームスイートホームに関連する管理職だった可能性が非常に高いです。当時シンクレアがホームスイートホームの寮母として責任者を務めており、キャットナップはそれらの過去を思い返していたのかもしれません。実際に主人公が見る赤い夢では、おそらく過去に起きた出来事が描かれています。そこで、この場面と関連づけて先ほどのリサの部屋を確認すると、ドアの前に立つ人物の影と、そのオフィスに座る小じらしき影が映し出されています。ここからは妄想と考察を合わせた妄察になりますが、キャットナップが視線を向けていることから、セオドアが孤児だった頃にファイルを探していた出来事が記憶として蘇ったのではないでしょうか。そういえばあの時、プロトタイプ様が欲しがっていたファイルは一体何だったんだろうと考え、再びリサのオフィスに忍び込んで資料を物色している最中に、セオドアに関する資料を見つけたのではないかと推測できます。その資料にはセオドアがキャットナップの被験体として選ばれた経緯などが書かれていたのかもしれません。公式ストーリーブックでも一部のカウンセラーや責任者は実験に関与していることを知っていると明記されているため、このオフィスに彼に関する資料が存在していた可能性は十分にあります。この時キャットナップが知った真実とは、赤い煙の危険性についてではないでしょうか。キャットナップ自身は孤児たちのためを思って良かれと考え、赤い煙を吐いていたのだと思います。最初は馴染めなかった孤児施設でしたが、自分の吐く赤い煙によって孤児たちが笑顔になり、喜んでいる姿を見るうちに、キャットナップ自身も徐々に施設に打ち解けていったのではないでしょうか。しかし、もしその赤い煙が実際には仲間たちに害を与えるものだと彼が知ってしまったとしたらどうでしょうか。自分の行動が結果的に仲間たちを苦しめ、さらに人体実験にも間接的に加担していたという事実を知ったキャットナップは、非常に大きなショックを受けたに違いありません。そのため、自暴自棄になったキャットナップは、まるで吐き出すかのように赤い煙を全て放出し、ホームスイートホームで暴れ回ったと考察できます。いくら喜びの時間があったとしても、ここまで施設が荒れるのは通常考えにくいです。そして、その後に続くシーンがこれです。これはキャットナップが孤児だった頃に描いていた絵であるため、彼は孤児時代の記憶を保持している個体だとも判断できます。この場所は、ホームスイートホームの大広間の場所だと特定できましたが、残念ながらこの絵は存在してませんでした。おそらく、ダディの看板の下に隠れてるのかもしれません。ポピーの役割。さあおいで、眠りにつこう。痕跡を残さずここから去ろう。影に潜む暮らしは惨めだけど、檻の中よりはずっとマシだから。この歌詞だけは、キャットナップの視点ではなく、ポピーの視点で描かれている可能性があります。さらに、英文歌詞の中にカンマが使われていることからも、このパートは一続きの内容として解釈するのが自然でしょう。この歌詞は、人間の孤児たちをラボへ導き、眠らせる様子とも解釈できます。実際、チャプター4ではポピーが、孤児たちはラボで眠っていると教えてくれましたが、彼女はどうしてそのことを知っているのでしょうか。また、痕跡を残さずここから去ろうという言葉も、
ポピーが工場を爆発させて脱出する計画と一致しています。ここで重要になるのがソーヤー博士の発言にあった彼女の役割というセリフです。ポピーは喜びの時間が起こることを事前に知っており、その際に孤児たちを避難させることが彼女に与えられた役割だったのではないでしょうか。次の歌詞では表には決して姿を現さず影で暗躍するポピーの行動とも重なります。さらに映像の描写でもこの場面ではケースが開いていてポピーが抜け出したことを示唆しています。しかし一方でポピーは実際にはケースに10年間閉じ込められていました。こうした歌詞とポピーの行動の矛盾を解決するにはやはりポピーが2人存在していると考えることが自然です。死んでいった孤児たち、僕らが見える、僕らの声が聞こえる。これは喜びの時間にの連呼と同じように曲中でも数少ないアクセントとなるパートになっています。この表現だけを取り出してみるとまるで幽霊のような存在を連想させます。ゴーストというか魂というか、映像には孤児たちと空になったケースが登場しますが、この場面も非常に不気味に演出されています。シンプルに解釈すれば孤児たちの体はすでにおもちゃに移植されてしまい本来の姿では存在していませんが、それでもなお自分たちの存在を誰かに伝えようとしている場面なのかもしれません。新しい花とは自由が欲しい。自由を自由を自由を、みんな倒れていく。これでゆっくり眠れるね。夢は打ち砕かれ新しい花が咲く。プレイタイムが芽吹く時にこれも2つに分けて考えられます。ダウンが使われていることから不吉なニュアンスが込められており、挫折や敗北あるいは破滅的な状況を示唆します。このことから自由を強く求めていますが結局みんな倒れてしまうといった意味が込められてます。このパートは先ほどのもうバラバラに引き裂かれたからの歌詞の続きとなっています。彼らは自由を強く求めていましたが結局は皆倒れてしまいました。ここで表現されている眠りとは死という名の救済を指しており、彼らが求めていた自由という夢は打ち砕かれましたが、それと同時にもう二度とそのような悲劇から生まれた夢を願わずに済むという救いの意味も込められているのではないでしょうか。本来人は夢を叶えることを望みますが、自由になることが夢なんて子供が見る夢であってほしくない。そんな夢望まないでいい、叶わなくていい、そんなメッセージにも聞こえます。このことから彼が崇めるプロトタイプもまた孤児たちの救済を行っていると考えられます。その結果新たな花として生まれ変わるでしょう。プレイタイムが芽吹く時にこれは死と生の循環を表現しており、生まれ変わりを指していると考えられます。そしてこのプレイタイムという言葉の真意は孤児たちの人生そのものということではないでしょうか。たとえ命を落としたとしても新しい生命として再び生まれ変わることができる。そうしたキャットナップから孤児たちへ向けられた鎮魂のメッセージがこの歌詞には込められていると推察できます。実験体となった孤児たちは自らが孤児であったという意識を抱えたまままるで死んでしまったかのような状態になったとも解釈できます。このことは実験体となったコールの日記にも示唆されており、彼が自分の状況を全く違う人生と表現している点がその状況を端的に物語っています。特にライリーの日記では人生という言葉が頻繁に登場しているようにも感じます。エリオットが創立したプレイタイム社のキャッチコピーである何の時間プレイタイムは今という人生を楽しもうという意味だとも解釈することができます。そのためポピープレイタイム人形はポピーの人生そのものを表現しているのではないかと妄察できます。この点については今後改めて別の動画で詳しく考察したいと思います。まとめ結論、この曲はキャットナップが孤児たちに向けた鎮魂歌。まとめると次のような解釈になりました。治療をすると偽った科学者たちによって作り出された孤児である僕たちは自由を求めて喜びの時間という名の反乱を引き起こしました。しかしその希望は裏切られ最も恐れていた最悪の結果が現実になってしまったのです。仲間たちは最終的に人間としての死を迎えることになりました。彼らは誰よりも自由を願いましたがその願いは叶うことなく全員が倒れてしまいました。でももうこれ以上自由になるという夢にとらわれる必要はないのです。いつかまたみんなが人間として生まれ変わり今度こそ幸せな人生を歩めますように。だから今はゆっくりと休んでね。スリープウェル。改めて神曲だったことは言うまでもありませんが CG5 さんの歌詞からは孤児たちへの深い思いやりが伝わってきました。特にこれでゆっくり眠れるね。夢は打ち砕かれ
新しい花が咲く、プレイタイムが芽吹く時にという部分がとても印象的で美しい表現だと感じました。皆さんはこの曲を聴いてどのように感じましたか？ぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。また概要欄から曲を聴けるようになっていますので、ぜひ曲を聴いてみてください。今後の動画作成の目安にしたいので、少しでも参考になったら高評価お願いします。